皆さんこんにちは。小垣子です。今日はこちらのサマーセーターの編み方をご紹介したいと思います。このサマーセーターはチューブトップではなくって肩もついたバージョンになっています。なので下着を着ててもそれが全然目立たなくって着やすいんじゃないかなと思います。編み進め方はこれはまず胴体から作っていくんですけど、もう簡単なただの長方形です。長方形を編んでもらって、で、編み始めと編み終わりを編みつなげます。そして、肩紐をつけるだけというとてもシンプルなパターンになっています。なので、サイズも皆さんご自身で試着をしてみて、とても自分に合ったサイズを作りやすいデザインなんじゃないかなと思います。材料はこちらになります。今回私が使っていく毛糸は家にあったこちらの、なんて読むんでしょうね。ミレフィーって読むのかな？ファイン。こちらの毛糸で編んでいきたいと思います。こちらは 100% コットンの糸になっています。そして針の太さが、3ミリから4ミリとあるので、かぎ針は今回私は3ミリで編んでいこうと思います。皆さんはお好きな毛糸、またそれに合わせた針で編んでいってください。あと必要なものは、ハサミ、とじ針、そしてメジャー、あとステッチマーカーなんですけれども、可能であれば種類の違うステッチマーカーを準備していると分かりやすいと思います。では、編んでいきます。オリジナルの毛糸だと編み目が見にくいということなので、編み方の説明はこちらの紫色の毛糸、赤紫ですかね。これでしていきたいと思います。で、編み始めは鎖編みと中長編みを一緒に編んでいくという編み方でいくんですけれども、この編み始めの長さが今回のセーターの丈になります。なので皆さんお好きな長さを編んでいってください。私は今回少し短めに34センチを考えています。目の数は偶数でも奇数でも何目でも構いません。長さの方にフォーカスを置いてください。では、まず最初、作り目をします。次、鎖編みを2目編みます。そうしたら、針に糸をかけてから、今2目編んだとうちの1番目ですね。こちらの鎖の片山と裏山を通す感じで針を入れます。2本あることになります。そしたら針に糸をかけて持ってきます。でまず鎖編みを編みたいので、針に糸をかけて左側1本だけを引き抜きます。次、針に糸をかけて中長編みを編みたいので残り3本を引き抜きます。これで1番目の鎖と中長編みの目が出来上がりです。で、この目が次の段の最後の目になるので、ここでステッチマーカーを入れておくと分かりやすいと思います。針のすぐ下の V の字です。ここに入れて、次、また針に糸をかけて、この縦の目ですね。一番左側の縦の目に針を入れてもらうと、後ろにも同じような目があるので2本取れると思います。そうしたら糸をかけて持ってきて、先ほどと同じように、でこの糸をかけるこの糸ですね、左側の目、これはちょっと長めにしといた方がいいと思います。まず左1本を引き抜いて鎖編みを作ったら、次糸をかけて残り3本で中長編みを編む。あとはこれを繰り返していってください。針に糸をかける、左側のラインに針を入れて、後ろの目も取って2本取る感じにしたら、糸をかけて持ってくる。この時ちょっと長めに持ってきて、針に糸をかけて左側1本、次針に糸をかけて残りの3本、あとはこれをずっと繰り返していって、お好みの長さまで編んでいってください。1段目編み終わりました。私の場合はこれはサンプルなので10目編みました。なので、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10ですね。
オリジナルの方では34センチ分70目編みました。では続いて2段目を編んでいきたいと思います。2段目、まず立ち上がりの鎖1をします。今回の作品は立ち上がり鎖1をしていくんですけれども、これは目の数とはカウントしません。では1したら作品をひっくり返して中長編みのうね編みをしていきたいと思います。針に糸をかけてから最初の目、ここですね。手前側の V の字を見るんではなくって作品を上から見た時の V の字を見て、この V の字の上1本だけを拾います。そして糸をかけて持ってきたら、糸をかけて3本すべてを引き抜いてください。で、これが次の段の一番最後の目になるので、ここでステッチマーカーを入れておくと分かりやすいと思います。次も同じくずっとうね編みなんですけれども、針に糸をかけて上から見た時の V の字の向こう側を1本だけ拾って中長編みをずっと編んでいってください。で、最後ステッチマーカーの目だけは普通の中長編みになるので、ステッチマーカーの手前までですね、ずっと筋編み、うね編み、どっちでしたっけ向こう側1本だけを拾うようにして編んでいってください。2段目、最後の1目、ステッチマーカーの目に到着しました。そしたらステッチマーカーを外して左手で目を押さえておいて、で針に糸をかけて、これは1本だけを取るのではなくって V の字両方ですね。よいしょ。2本取る、 V 両方取る感じなので2本ですね。取って編みます。そうした方が、エッジ部分が綺麗になるし強くなるかなと思います。これで2段目が完成です。続いて3段目編んでいきたいと思います。3段目は普通の中長編みになります。なので鎖1をしたら作品をひっくり返して、まずは根元の目なのでここですね。ここに針に糸をかけてから針を入れて糸をかけて持ってくる。そして糸をかけて3本を引き抜く。そしたら一番初めの中長編みを編んだら、針のすぐ下の V の字にステッチマーカーを入れる。あとは中長編みをずっと編んでいってください。3段目、最後のところになっています。最後ステッチマーカーを外して、で中長編みを編んだら、これで3段目完成です。あとはこの2段目と3段目の編み方を繰り返していってください。ステッチマーカー黄色で私の場合は黄色で終わったら次は筋編み、うね編みですね。うね編みの段だな。緑で終わったら次の段は普通の中長編みだなという風にして編んでいきたいと思います。そしてこちらの作品は表裏がある作品になります。ちょっとまだ短いので分かりにくいんですけれども、次の段が表面になります。なので、1、2、3、4段目、偶数の段が表を見て編んでいることになります。なので途中で糸を変える必要とかがあったら、裏側にこう結び目すいません滑舌が悪いんですけど、結び目が出るようにすると表側綺麗になっていいんじゃないかなと思います。あとはこれを皆さんの体ちょっと引っ張ってぐるっと一周できるぐらい編んでいってください。私の場合は80センチぐらい編んでいこうと思います。この作品をまっすぐ編むためのコツです。最初ここが編み始めのラインなんですけれども、編んでいて途中何回か、例えばこう今この段を編み終わったんですけど、そしたら作品をパタンと半分に折って編み始めのラインと比べてみてください。そしたらこう編み方が緩かったら今の方がビローンと伸びてしまってますし、きつくなっていたら縮んでいると思います。なのでなるべくこの編み始めのこの幅ですね、
ここに合わせるように編むようにしてください。なので途中何回か編んだらパターンと半分に折って編み始めのラインと比べてみて、常にそれと同じになるように心がけながら編んでいくと、まっすぐなラインができるんじゃないかなと思います。80センチ編み終わりました。体に巻いてみるとちょっときついかなという感じはするんですけれども、少し短めに編んでおいた方が体のラインが綺麗に出るんじゃないかなと思います。続いて作品をつなげていきたいと思います。今ここで編み終わってるんですけれども、ここが編んでた方のラインですね。なので今裏面を見ている状態です。中表にして半分にします。作品を半分にしたら今表がそれぞれ内側に来るはずです。そしたらこれをつなげていくんですけれども、私は、引き抜き編みでつないでいこうと思います。これはもう皆さんのお好きなつなぎ方で糸を切ってもらってとじ針でつないでいただいても構いません。ちょっと目が見にくいかもしれないんですけど、最初の目なのでここですね。ここに針を入れて、で編み始めの最初の目は、糸を引っ張ってもらうとこの三角にある目があるんですけど、これは目の数とはカウントしない目なので、その隣からなのでここに針を入れて、で引き抜き編みです。まず糸を持ってきて、そのまんまその糸で引き抜く。ちょっと糸が割れちゃったかな。ちょっと失敗しました。すいません。根元に入れて、次の目に入れて、ここですね。そしたら隣の目がここなので入れて、で編み始めの方の隣の目が今編んだのがここなので、その隣ですね。入れて、で引き抜く。こんな感じで私は閉じていきたいと思います。では続いて肩紐を編んでいきたいと思います。ご覧の通り両端が少し細くなっている形になっています。で、長さの方は私は試着をしてみて32センチにしています。皆さんは試着をしてみて、これよりもうちょっと短くても長くてもお好みのサイズに変えてみてください。で、編み始めがこちらなんですけれども、ここから最初、まずは鎖編みと細編みを一緒に編んでいくという編み始め方をしたいと思います。で、編み始めるとき、わざとこの糸端ですね、これを長く残しておいて、後でこの肩紐を本体部分に縫いつなげるとき使えるように長く伸ばしておいた方がいいと思います。ではちょっとズーム変えます。はい、ではまず作り目をします。次、鎖編みを2目編みます。そうしたら鎖と細編みを編みたいので、今編んだうちの一番初めの鎖の片山と裏山を拾います。2本ですね。拾ったらちょっとここが今緩くなっているので、糸を調節して糸をかけて持ってきます。この時ちょっと長めに取るようにしておきましょう。そしてまずは鎖編みを編みたいので、左側1本だけを引き抜く。そしたら次、糸をかけて残りの2本を引き抜く。これで一番最初の目が出来上がりです。心配な方はこの一番初めの目にステッチマーカーをつけておくと分かりやすいと思います。そしたら次、この縦のラインですね。ここに針を入れてもらうと、後ろにも同じような目が1つあるので2本取れると思います。そうしたら糸をかけて引き抜きます。で、先ほどと同じようにちょっと長めに糸を引いておきます。そしてまずは左1本、次糸をかけて残りの2本、こんな感じでずっともう一回言っておきましょうか。はい、この左のラインに針を入れて、後ろの1本も取って合計2本になるようにします。そうしたら糸をかけて引き抜く。
で、この糸をちょっと長めにする。そしてまずは左の1本。そして次は残りの2本を引き抜く。こんな感じでずーっと編んでいってください。この段は目の数は偶数でも奇数でも構いません。長さにフォーカスを置いて皆さんのご希望の長さ、私の場合は32センチですね、までずっと編んでいきたいと思います。続いて2段目です。2段目から編むところを5つのセクションに分けて編んでいきたいと思います。細編み、中長編み、長編み、中長編み、細編みとして編むことによって、この高さの違いっていうんですかね、厚さの違いを出していきたいと思います。私の場合は全部でこれ62目あるんですね。なので基本的な割合は細編み6、中長編みを10、長編みを30で、中長編みを10、細編みが6とこう左右対称になるように編んでいます。なんですけど、この目の数は皆さんお好きな数にしてもらったらいいんじゃないかなと思います。では、編んでいきましょうか。ちょっとズーム変えます。このサンプルでは11目あるので、22322と編んでいこうかなと思います。なのでまず最初、鎖1で立ち上がったら作品をひっくり返して細編み地帯を編みます。オリジナルでは6目なんですけれども、サンプルでは2目編みます。続いて中長編みです。オリジナルは10目なんですけど、ここでは2目編みたいと思います。次、3番目のエリアは長編みですね。すいません。長編みを3目、オリジナルでは30目です。1、2、3と編んだら次、4番目は中長編みです。オリジナルは10目ですけど、ここでは先ほどと同じく2目です。1、2、そして最後細編みに戻って2目。これで2段目が完成です。あとはこの2段目の編み方を繰り返していっていただいてもいいんですけれども、毎回同じところで編み方を変えるとちょっと階段のように増えてしまうかなと思ったので、私は若干、この細編みから中長編み、中長編みから長編みとなるところをずらしました。3段目以降の編み方は表の通りになっています。そして左右だけではなくって上下も対称になるように編みました。そして奇数段で終わらせることによって編み始めと編み終わり両方で糸が取れて後で縫い合わせやすいんじゃないかなと思います。で、肩紐は同じものをもう1枚作って2枚になるようにしてください。肩部分2枚編み終わったので本体部分に縫いつなぎました。私の場合縫い付ける位置は前は、脇、この両端から6センチ離れたところ、後ろはこの両端から9センチ離れたところに縫いつなげました。そして試着をしてみたところ気づいたのが、私の場合は肩がこの紐ですね、長すぎました。で、もう一回編み直すことも考えたんですけれども、いいかということで、この後ろのとこですね、ちょっと5センチ分ぐらい重ねる感じにして縫い直しました。これでも特に硬かったり違和感があるというわけではないので、いいんじゃないかなと思っています。はい。これで私のサマーセーターは完成です。で、これ試着をして気がついたんですけれども、下着の肩紐ってこの脇から同じ感覚じゃないんですね。私のだけかもしれないんですけど、一応何枚かで試してみたんですけれども、前は外側にあって、後ろのストラップは結構内側にあるんですよね。なので、もしかしたら皆さんの下着が私のこの肩紐とバランスが違うかもしれないので、試着をするとき、紐がちゃんと隠れるか確認しておいた方がいいんじゃないかなと思います。
はい。で、これを試着をして子供たちに見せたところ、息子はシックスパックって日本語で腹筋が割れてるんですよね。それを英語ではシックスパック6個にポコポコポコって割れるって言うんですけれども、ママのはワンパックだねって言われちゃいました。はい、私の場合お腹が大きくもりって1個あるだけなので、ちょっとこれをこの夏着るためにこれからダイエットでも励もうかなと思います。もしよろしければ高評価ボタン、そしてチャンネル登録の方をよろしくお願いします。ではありがとうございました。バイバーイ。